私たちが生まれる遥か昔、地球は何十億年もかけて複雑に入り組む大地を作りました。流れる水は大地を削り、豊かな命を育みます。地球が生んだ自然の絶景。日本にはそんな場所が今も。雨水が染み込み、岩を溶かしてできた洞窟。数万年という時の中で少しずつ空間を広げてきました。うわ、綺麗やな。でも大阪府出身の松下武さん。日本に数十人しかいないと言われる洞窟専門の探検家です。まだ誰も知らない想像を超える世界へ。人にワクワクとドキドキっていうのを伝えるっていうのが、僕はそれが一番でも楽しいですね、やってて。山奥に眠る地下の空間に挑む洞窟探検。実はケービングという新しいアウトドアスポーツとして世界中で親しまれています。自然の力に挑むスリルと地底の不思議な光景は人の心を引きつけてやみません。そんな洞窟の魅力を伝えるため、夢を追いかける探検家。未踏の洞窟を見つけて、それをツアーっていう形でお客さんに伝える。去年の秋、向かったのは愛知県で最長の洞窟。手がかりは先人たちが残した未完成の地図。そこには未踏の手がかりとなる空白の部分が。ツアーができる新たなルートは見つかるか。安全を確かめに中へ。地底でしか見られない神秘的な世界。そこに立ちはだかる大きな壁。探検家は分からない何かを人に知らせるっていうのが仕事なので、死んじゃったら評価されないんですよね。地底の不思議に魅せられた探検家の夢の結末は。続いとるよ。これ見とうかもな。日本の屋根、南アルプスのふもとに位置する愛知県東栄町。松下さんは生まれ育った大阪を離れ、3年前ここに移住。今は築150年の古民家を自らの手で直しています。シロアリが食った後なんですけど、もう結構そこら中やられてて、床から張っていこうかな。やったことないですけどね。ただまあ好きなんで、ちょっとこういうのは。あ、そうなんですか。まあ本当に地道に、まあ、最悪自分家やから、まあどうなってもいいかなっていう。崩れさえしなければ。気になることはまず自分でやってみる。それが生き方です。松下さんはこれまで
国内外で500を超える洞窟を踏破し、その姿を地図や映像に記録してきた洞窟のプロ。3年前、遊び人というツアーガイドの会社を立ち上げ、洞窟を壊さずかつ安全に楽しめるツアーを手掛けています。僕がワクワクしたことを共有したい気持ちがやっぱ強くて、このガイド業をやってるので、本当にありのままの洞窟を探検できるツアーをしたい。春から秋にかけてはガイド業に専念している松下さん。探検家として生きることは簡単な道ではありません。例えばこの装備もバッテリーの予備とかも合わせて20万は軽く超えてます自分の命と思えばね、安いものなんですけど。装備を揃えるだけで費用は300万円以上。それでも叶えたい夢があります。ラグビー漬けの学生時代、未知の世界に憧れ目指したのは宇宙飛行士。国立大学を卒業し試験を受けますが結果は不合格。悩んでいた矢先にある出来事が起こります。寝てる時に見る夢の中に本当に絵に描いたような神様が出てきたんですよ。その神様が「お前は洞窟探検家になりなさい」って一言だけ言われたんですよ。でもう本当その瞬間起きても覚えてるからはっきりとお次やと思って「もう俺は洞窟探検家になる」っつってもう新しい目標というか夢ができた。思いもよらぬ理由で縁のなかった洞窟の世界へ。その道の第一人者吉田勝次さんに弟子入りし、技術を一から学びました。それから15年、探検家として誰かの役に立ちたい。今は新たな夢を追いかけています。未踏の洞窟を見つけて、それをツアーっていう形でお客さんに伝える。ガイドの仕事が落ち着く11月、向かったのは東栄町のとある場所。じゃあ行きますか。よいしょ。ここがそうですね、今からここがフットの風穴ですね。愛知県で最長の洞窟、フットの風穴。特徴は長さだけではありません。断面見ると石灰岩地の石灰岩地の大理石ですね。これはここには未だ多くの謎が。洞窟を調査しツアーをする、それがこの町に移住した理由です。ごめんください。こんにちは。探検前日、ある人物を訪ねました。伊藤明弘さん、フットの風穴の地主です。これアキルさんですか。これお父さんですもんね。50年前、父親の逸夫さんが見つけた洞窟。そこにはかつて果たせなかった町おこしへの願いが。夢を見とったね、この時は本当。見つかった当初はわずか数十センチ四方の穴。奥に空洞が見つかり、町の観光名所にしようと
町民による発掘が進められます。しかし開発にかかる費用などの理由で発見から20年後、調査は打ち切りに。入り口も封鎖されました。洞窟を町の見どころに、移住までした松下さんの思いが伊藤さんの心を動かします。ツアーをやっていただけるっていうのは本当親父もきっと天国で喜んでると思う。伊藤さんの父親が残していた未完成の地図。かつて町おこしを目指した地元の人たちの思いが込められています。目をつけたのは地図の空白の部分です。この地図に描かれてないところは全然ありますね。最終的には地上に出てるんじゃないかなっていう。そうすればこうぐるーっと回って別の出口から出るってなったらすごく面白くて魅力的なツアーになるんじゃないかな。洞窟の新たなルートを見つけたい。町の思いも背負って本格的な調査が始まります。そこには想像を超える驚きの世界が。愛知県最長の洞窟、フットの風穴。果たされなかった町おこしの願い。過去に作られた地図には描かれていない未調査のエリアが。洞窟探検家松下武さんが目指すのは洞窟を一周する新たなルート。すでに開発されている入り口付近から奥へと向かいます。1時間で進んだ距離はおよそ120メートル。荷物を置き一息ついたその時でした。それが不思議、本当に。奥から現れた一匹のコウモリ。ある考えが確信に変わります。今通ってきた道を多分コウモリが僕らが入って入り口から飛んできてここにおるかっていうのは考えにくいんですよね。間違いなく地上に続いてる穴あるけど、人が通れるか通れないかは別にして、それ 100% あると思います。コウモリの出入り口は行方を探し、穴という穴はくまなく調べます。いや、あるわ、足跡。手がかりは過去の調査で残された足跡。そして頭の中に描く地図です。常に頭の中でマッピングしながら行ってるんで、ここは多分地図に書かれてなかった部分やなとかっていうのも分かる。迷うことは基本的にない。こっちも行けるけどね。ちょっとこっちは探検開始から5時間。ここで新たな発見が。マジで？なんすか？なんじゃこりゃ。びっくり。マジでびっくり。めちゃめちゃ狭い通路を抜けた先に巨大な縦穴。あそこの構造を考えた時にそんなにでかい空間があるとは思って最初はなかったんですよね。やっぱり手前と奥は別々の時代にできた洞窟なんじゃないかなっていう自分の中での確証が持ってたので。こんなところがあるなんて。やはりこの洞窟には出口が。
そう確信し別の道へ。あこういうとこに出てきた。やっぱ繋がってたねこれ。おすげえ。たどり着いたのはあの縦穴の最上部。その奥はどっちもついてる。右も左もこっちもあっちも。崖を渡るため一度引き返します。用意したのはハーネスと呼ばれる腰に巻くベルト。命綱を金具に固定し安全を確保します。安定した支えを見つけ慎重に体を預けます。確実にね、ここから先は未踏やと思う。もう足跡は全くない。でももう僕今ちょっと歩いただけで。ついにたどり着いた未踏の地ですが、ここはツアーできそうですか？いや無理やね。リスクが高すぎる。この先に出口はありませんでした。さらに探検を続けると、うわ3日目、仲間の探検家を連れて別の未調査のエリアへ。急な斜面を上がるため地上に抜ける可能性が高いと考えていました。続いとるよこれ。そこには足跡のない空洞。うわうわすげえよ。その先にはまた別の空間。しかしこれまでとは様子が違います。ここはでも人が来た形跡がある。俺らの足跡やこれ。嘘。戻ったわ。どこ？最初のとこロープがあるもん。そこにねありますけど。地図にはない洞窟を一周するルートが見つかりました。残るは地上へ抜ける出口。うわ綺麗。何この火成岩。天井には洞窟を作る大理石とは別の火成岩。山の地表と同じ火山活動によってできた岩石です。さらに発見は続きます。まっちゃん、コウモリの骨だよ。見た取った。取った？コウモリ現れた。めっちゃおる。ここにおるやん。本当だ。天井には冬眠前のコウモリの群れが。コウモリが冬眠するのは出入り口の近くだと松下さんは経験則から考えていました。コウモリのうんちもめっちゃあるね。ほんで縦穴。
1ヶ月後、地図が完成したという松下さんの元を訪ねました。まあ大変でした。今回の調査でおよそ300メートルにわたる新たなルートを発見。全長も1000メートルを超える大洞窟として分類されることになりました。ツアーに関してこのループってすごい重要で、なんでかっていうとループがあったら行って戻るっていうことをしなくていいんですよね。安全措置を取れば、ちょっと難易度の上がった新たなルートができるかなっていうです夢である未踏のツアールートも発見。そしてあの縦穴の先は、人は全然通れそうなぐらいの空間は確かあったと思うんですけど、もろそうやからやめようっつって全部崩れたら大災害になるしそういう危険はねちょっと犯さない。今月中旬、洞窟で安全にツアーを楽しんでもらうため、観光協会の2人に松下さんが作った新たなコースを体験してもらいました。2人にとって洞窟はほとんどが未知の世界。扉を開けた先に待っていたのは、これ大理石なので、そうもうね 99.9% 炭酸カルシウムなんですよね。ってことは鍾乳石ができやすいっていうことなんですよね。ああ、やっぱ綺麗だな。洞窟の特殊な環境が生み出した不思議な景色の数々。自分の知らないものを見つけて人に知らせる、広めるっていうところまでが僕は探検やと思います。これをこういうのでちょっとグッて当てるともうねキラッキラがクリスタルになるわけ。最初怖かったですけど、なんか1個穴抜けれたら割と調子に乗ってこれるので、どんどん中に行けるのがすごい楽しかったので、なんか本当その体験も次につながったらいいなと思いますね。体験会は大成功。街の見どころとなるための新たな一歩を踏み出しました。東栄町がもっと盛り上がってほしいと思うので、ついてきてくれる仲間も増やさないといけないし、まだまだ今自分一人が生活していくのがやっとぐらいしか稼げてへんからもっともっとですね。幼い頃から憧れた未知の世界。探検家となり追い続けてきた夢は、町の人たちの思いを背負って少しずつ実現に近づいています。